電子楽器の歴史をたどる旅、その中腹へと差し掛かりました。前編の記録では SH2 という機材によってシンセサイザーの音が一つの完成形に到達したという事実を読み解きましたね。はい、完璧な音でした。しかし同時にその完璧な音はまだ高価な価格帯と複雑な操作性によって限られたプロフェッショナルたちの密室。そうですね。魔法はまだ一部のエリートたちだけのものだったというわけです。でも歴史のうねりというものは常にその密室から外へと何かがこぼれ落ちる瞬間にこそ最大のドラマを生み出すんですよね。その通りです。スタジオの重い鉄の扉がとうとう開き、アナログシンセサイザーという扱いにくい猛獣はついにストリートへと若者たちの手元へと放たれていきます。本日は3部作構成の中編として大衆化への挑戦とアナログの一つの到達点、いかにして狂気的なコストダウンを成し遂げたのか、はい。そしてストリートを熱狂させながらも後に時代の波に飲まれて質屋へと転落していく名機の物語を紐解いていきましょう。本編の深い解説へと足を踏み入れる前に、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いいたします。皆様の静かなるサポートこそがこの物語を語り継ぎ、僕たちを新たな音の探求へと向かわせる何よりの原動力となります。では時計の針を1980年代初頭へと戻しましょう。当時の音楽シーンの地下深くではある巨大な地殻変動が起きていました。地殻変動ですか？はい。それまでプロの専売特許であり、車が買えるほど高価だったシンセサイザーが徐々に一般の若者たちにも手が届く価格帯へと降りてきたのです。ローランドの製品群で言えば、前編で触れた SH09 のような廉価機を皮切りに SH2 なども含め、シンセサイザーという楽器の相場が徐々に現実的なラインへと接近しつつありました。10代の若者がお年玉を全額つぎ込んで、さらに放課後のアルバイト代を数ヶ月間必死に貯め続ければなんとか手が届くというギリギリのリアリティを持つラインですね。まさにその通りです。ショーウィンドウの向こう側の夢から手を伸ばせば触れられる目標に変わった瞬間ですね。はい。そしてその手が届くという事実が日本中に無数の卓録少年たちを誕生させる発火点となりました。彼らはスタジオを借りるお金もプロの機材を揃える余裕もない。しかし自分たちの部屋で音楽を作りたいという猛烈な衝動だけがあったわけです。その当時の熱気を象徴する生々しい記録として、電気グルーヴの石野卓球さんの若き日の録音エピソードがよく知られています。10代の頃の音源、ノイズインジイヤーですね。そうです。このノイズインジイヤーという音源は、石野卓球さんのキャリアを網羅した完全生産限定版の8枚組ワークス集、卓球石野ワークス1983から2017の中にレアトラックとしてひっそりと収録されています。8枚組のワークス集に。さらに当時のサウンドの実像や空気感をそのまま真空パックしたような記録は別の形でも残されています。例えば彼が10代の頃にニューオーダーの586をカバーした音源は現在 YouTube などでも視聴することができます。そこには当時の若者たちがどんな環境で音と格闘していたかが克明に刻み込まれているんです。手元にあるラジカセ2台を使ってピンポン録音で音を重ねていたんです。ピンポン録音。デジタル環境しか知らないあなたのために少し補足しますね。ラジカセ2台を使ったピンポン録音っていうのは、1台のラジカセで再生した音源に合わせて自分が生演奏をして、その再生音と生演奏をもう1台のラジカセで同時に録音する手法のことです。テープからテープへダビングするたびにノイズが増幅して音質が劣化していくんですよね。その通りです。それに加えて直前のテイクだけを取り消すなんてことは不可能です。ですよね。一度でも演奏をミスしたりバランスを間違えたりしたら、その時点で最初から取り直しを強いられる。つまりピンポン録音は後からの修正が効かない、録音そのものが演奏であり勝負だったってことですね。完璧に整えられたスタジオの機材とは違い、常にノイズや機材の限界との戦いでした。そしてローランドの開発陣は若者たちの熱狂をただ眺めていたわけではありません。彼らの衝動をさらに加速させるべく、究極の大衆機材の開発へと乗り出していくのです。そこでついに1982年、今回の主役 SH101 が誕生するわけですね。卓録少年たちに向けて放たれたこの機材、当時の価格は一体いくらだったんですか？驚くべきことにわずか59,800円です。59,800円。どうやってそこまで価格を叩き落としたんですか？そこにはこの機材の数奇な出自が関係しています。
後年のインタビューで明かされているのですが、当時ローランドは100万円近いフラッグシップ機であるジュピター8を開発中でした。そのジュピター8の開発エンジニアである山畑俊夫氏らが、本業の重厚な開発の合間を縫って自分たちのアイディアをよりシンプルで実用的な形に落とし込んでいったんです。へー。それがスタート地点だったのです。でも5万円台で市場に出すためには相当な血を流すようなコストダウンが必要ですよね。彼らは極限のコストダウンを断行しました。まず外観ですが、それまでのシンセサイザーの常識であった重厚な木材のサイドウッドや頑丈な金属パネルを完全に廃止しました。木材も金属もなしですか？ええ。そして筐体をすべてプラスチックに変更したのです。さらにエンジニアの執念を感じるのはその表面処理です。プラスチックに塗装を施すとコストがかさむ。はい。そこで彼らは塗装コストを削り、かつ細かい傷を目立たなくさせるために、プラスチックの表面に直接細かい凹凸をつける脂肪加工を施し、そのまま製品化するという力技に出ました。なるほど。指でなぞるとザラザラとした感触の独特のグレーのボディの秘密はそこにあったんですね。ええ、あの感触です。しかもグレーだけじゃなくて鮮やかなレッドやブルーのカラー展開もあって、それぞれがポップに彩られていましたよね。はい。カラーバリエーションも画期的でした。それまでのシンセサイザーといえば、スタジオに鎮座する重厚な高級家具みたいな威圧感がありましたけど、SH101 はまるでプラモデルのような軽やかさで、若者のためのポップなガジェットへと、シンセサイザーという楽器の概念そのものをひっくり返したと言えますね。しかしリスナーの皆様にもぜひ知っていただきたいのは、そのプラスチックの簡素なボディという外見の皮を剥くと、内部にはまさに化け物が住んでいたという事実です。化け物ですか？ええ。シンセサイザーの心臓部である VCO、つまりオシレーターになんと当時の数十万円クラスの高級機にしか用いられていなかったアナログ VCO チップ CEM3340 を惜しげもなく搭載したのです。高級機のチップをそのまま？はい。もちろん全体のコストを抑えるため搭載できたオシレーターの数は一つだけでした。しかし、普及機である SH1 や SH09 の 1VCO という構成を引き継ぎつつも、内部のエンジンは全く新しいプロ品質のラインへと進化していたのです。ちょっと待ってください。数万円のプラスチックの箱の中に数十万円クラスの高級機と同じ心臓がドクドクと脈打っていたってことですよね。ええ、そういうことです。実際の音色はチープな外見とどう違ったんですか？パネル上のスライダーに指をかけ、スッと下げて VCF を絞り込んでいくと、そのプラスチックの見た目からは到底想像もつかないような分厚く、ねっとりと張り付くような本物のアナログサウンドがスピーカーから飛び出してきます。さらにサブオシレータルを足し合わせた瞬間、ズーンという部屋の空気を震わせ、腹の底を揺らすような重低音が響き渡るんです。すごい。妥協の産物ではなく本物の牙を隠し持っていたんですね。さらに特筆すべきは、この機材が VCO でありながら、まるで DCO、デジタル制御発信機のように、ピッチが極めて安定しているという点です。アナログなのに安定しているんですか？ええ。当時のアナログシンセサイザーは温度変化などでチューニングが狂いやすいのが最大の弱点でした。しかし、優れたチップを搭載した音形で、アナログ特有の太く有機的な響きを持ちながら、チューニングの狂いという弱点を見事に克服していたのです。外側は限界までコストを削ぎ落としても、音の核となる部分だけは絶対に譲らなかった。日本のエンジニアの意地を感じます。そしてもう一つ、この機材には自動演奏の大衆化というさらに技術者たちの執念が隠されていました。SH101 には本体にシーケンサーが内蔵されていたのです。シーケンサーの内蔵って今の機材だとついていて当たり前のような感覚がありますが、歴史的な背景と価格の推移を振り返るとその異常さがわかります。例えば1979年に発売された専用シーケンサー CS900 は単体で6万9000円。翌1980年の CSQ600 は10万円でした。シーケンサー単体で10万円ですか？さらにそれ以前、プロの現場で使われていた MC8 という怪物マシンになっては、なんと120万円もしたのです。120万円。当時、音を鳴らす楽器とそれを自動制御する装置は完全に分離されていました。両方を揃え同期させるためには膨大な予算と専門的な知識が不可避だったのです。なるほど。かつての巨大なモジューラーシンセの時代は全てが一つの壁に統合されていましたが、その後実用的な楽器として鍵盤とシーケンサーが分業化された。ええ。それがこの SH101 によって再び1台のコンパクトな機材の中で統合されたわけですね。その通りです。
小型で電池駆動すら可能で、さらにシーケンサーまで内蔵している。つまり、コードをつなぐ専門知識がなくても、誰でも買ってすぐに自動演奏が扱える楽器として構想されていたのです。はい。かつて120万円もの投資が必要だった自動演奏の世界が、わずか6万円のプラスチックの箱の中に圧縮され、ついに大衆の手に直接手渡された瞬間でした。まさに革命ですね。でも、限界までコストダウンした機材にシーケンサーを動かすためのコンピューターを載せる余裕なんてあったんですか？おっしゃる通り、内部には極めて限られたメモリしかありませんでした。現代のスマートフォンの画像1枚どころか、その数万分の1にも満たないようなカツカツの容量です。カツカツなんですね。エンジニアたちは、そのわずかなメモリ空間の隙間に、システム全体を動かすプログラムとシーケンスデータをまるでパズルのように執念で押し込みました。1バイト1ビットの隙間を削り出すような狂気的なプログラミングですね。その結果、なんとか最大100ステップの音符を記憶させることに成功します。100ステップですか？しかし、メモリが限界ゆえに、入力方法もまた非常にストイックなものを要求されました。画面を見て視覚的に音を並べるなんてことはできません。画面がないのに、どうやって100個もの音を正確に入力していくんですか？基本的にはブラインドでの手作業です。給付や音の長さを頭の中で計算しながら、鍵盤をカチャ、カチャと一つずつ押し込んで、ステップを記憶させていくのです。カチャカチャと。途中で今どこを入力してるかわからなくなったり、ミスをしたりすれば、また最初からやり直しになることも多いんです。想像するだけで気が遠くなるような不便な作業ですね。指先で音のブロックを物理的に一つ一つ積み上げていくような。そして、この構造は翌年に登場する MC202 のようなシーケンサー一体型機材へと発展し、現代のグルーブボックスの原型となっていきます。音を構築するという頭脳的な作業と、音を演奏するという身体的な衝動が一つの機材の中で重なり合った。この SH101 は視覚的に面白い現象が起きていますよね。そうですね。開発元であるローランドは SH101 に非常にユニークで実践的な設計を施しました。ただ、音を鳴らすだけの箱ではなく、オプションとしてモジュレーショングリップという拡張パーツを取り付けられるようにしたんです。グリップですね。はい。さらに本体内部に乾電池を収納してバッテリー駆動ができるようにしました。つまり、それまでのキーボーディストっていうと、何台もの重厚な機材の壁に囲まれて、ステージの奥の方に固定された定位置から一歩も動かずに鍵盤を弾くことを強いられているイメージだったじゃないですか。まさに要塞のような状態でしたね。それが、バッテリーとグリップがついたことで、突然としてギタリストみたいにステージの前面へ飛び出ていけるようになった。ニューウェーブやシンセポップのアーティストたちは、この可動型のシンセを手にしたことで、それまでの単なる伴奏者や演奏者という枠組みから抜け出しました。なるほど。ステージ上で視線を釘付けにするパフォーマーへと自らの役割を拡張していったんです。グリップを握り込んで、ピッチを自在にコントロールし、ビブラートをかけながらステージを駆け回る。パフォーマーへの進化ですね。これはライブパフォーマンスの歴史において、機材の進化が人間の身体的な表現力を物理的に拡張した極めて重要な転換点と言えます。単なる演奏者から見せるパフォーマーへの進化。あなたも80年代の古いポップミュージックの映像を見たことがあれば、一度は目にしたことがあるかもしれませんね。あると思います。その象徴的な証拠とも言えるのが、カナダのグループトランス X のリビングオンビデオというミュージックビデオなんですよね。はい。この映像の中では、ショルダーストラップを装着した SH101 をまるでギターのように演奏する姿がすごく印象的に映し出されていますよね。機材の軽量化とインターフェースの変更がバンドにおけるヒエラルキーすらも視覚的にフラットにした瞬間が記録されています。しかもこういう劇的な変化は海外のクラブシーンやマニアックなバンドだけの話にとどまらなかったんですよね。はい。日本国内でも起きています。日本においても歌手の河合奈保子さんがテレビ出演された際、なんとこの SH101 を肩にかけて演奏していたんですよね。あれは大変センセーショナルでした。従来のアイドルや歌手のパフォーマンスとは全く違う電子楽器が堂々と前面に出るスタイルが、テレビという巨大なメディアを通してはっきりと世間に提示された瞬間でした。しかしここで、この視覚的な革命がいかに華やかであったか、それはよくわかります。でも、なぜこのスタイルがポップミュージックの主流にはならなかったのでしょうか。
こうした見せるための演奏を可能にする機材の一つとして用いられましたが、そのショルダースタイルがポップミュージックの現場において広く定着し、主流になるには至りませんでした。あくまで一部のアーティストによる特徴的な演出にとどまっているということですね。ええ。というのも、同時に一つの音しか鳴らせない単音のモノフォニックシンセサイザーだったからです。ギタリストのようにステージの最前線へ出られても、楽曲全体を支える重厚な和音を鳴らすことは物理的に不可能です。そのため、ステージ最前線でのパフォーマンス用機材と、実際の楽曲の音の壁を担う後方のシンセサイザーとで、明確な役割分担がされるケースが多くなりました。なるほど。結果として、実用性と視覚的アピールの間にある工学的なジレンマが生じたのです。これだけ視覚的なインパクトと若者にも手が届く大衆性を備えていながら、SH101 は商業的な覇権を握り、世界中で飛ぶように売れる大ベストセラーになることはできませんでした。それが技術の歴史の無慈悲なところです。さらに致命的だったのが、発売された1982年というタイミングです。タイミングですか？はい。翌年の1983年には、世界を根底からひっくり返すデジタルシンセサイザーの怪物、ヤマハの DX7 が襲来します。DX7、あのモンスター機材ですね。ええ、時代はすでに単音しか出ないアナログシンセから、きらびやかな和音が鳴らせるポリフォニックシンセ、さらにはクリアな音が出るデジタル技術へと、猛烈なスピードでパラダイムシフトを起こしていました。DX7 がどれほどの猛威を振るい、当時の音楽シーンを変えてしまったかについては、以前の DX7 シリーズ前後後編の動画で詳しく解説した通りですね。そうですね。DX7 が提示した圧倒的なデジタル情報量の前では、純粋なアナログの波形さえも過去の遺物のように扱われてしまう場面があったわけですね。内部には確かな工学的達成と若者に届けようとした情熱が詰まっていたにもかかわらず、表面的なスペックや機能の少なさだけで切り捨てられてしまう。これが技術の進化がもたらす無慈悲な側面なんですね。ええ。日本のエンジニアたちが限られたメモリと格闘し、極限のコストダウンを経て若者たちへ届けようとした傑作。それが次第にプロのスタジオから姿を消していく。そして数年も経たないうちに、日本の中古楽器店やリサイクルショップの片隅へと追いやられました。はい。さらには海外の質屋の片隅にも、埃をかぶったグレーの兄弟には、投げ売りのような安い値札が貼られていたのです。誰も見抜きもしなくなった灰色の箱の中で、かつての熱狂が静かに冷えていくんですね。一つの時代が終わる様を静かに物語る、非常に悲劇的な状況でした。しかし、物語はここで終わりませんよね。音楽のエリートたちが見捨てた単音しか出ない安価な機材という機能的制約そのものが思わぬ方向に作用していく。後のシカゴハウスやアシッドハウスの若者たちにとっては、直感的に機械を暴走させるための最高のおもちゃになったわけです。ここからが本当の伝説の始まりというわけです。次回、いよいよ完結となる後編では、最先端から見放されたこの機材が彼らの手によって全く予期せぬ使い方をされ、世界のダンスミュージックの歴史を根底から覆すカオスを生み出していくプロセスを描きます。その奇跡の逆転劇は現代のクローン開発競争へと直結していくわけですね。その通りです。本日は大衆化への挑戦とアナログの到達点、国産シンセサイザーの進化と時代に翻弄された名機の数奇な運命を読み解きました。安価なプラスチックの箱の中に宿った日本のエンジニアたちの狂気的な執念、それこそが後の音楽史をひっくり返す巨大な爆弾の導火線であったのだと深く感じます。最後にこれを聞いているあなたに一つの思索的な問いを投げかけたいと思います。はい。現在私たちの周りで時代遅れ、安物として見捨てられているテクノロジーの中にこそ、明日の文化を根底から覆す未知の導火線が眠っているのではないか。かつて薄暗い質屋の片隅に置かれた灰色の箱がそうであったように。その問いを胸に、あなたもぜひご自身の周りにある見捨てられたテクノロジーや忘れ去られたものたちに静かに目を向けてみてください。そこに秘められた可能性を読み解くのは他でもないあなた自身かもしれません。